皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局解説の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方をやっていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで、音声、聞き手の方ね、音声の方を塚田絵里香女流初段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私は先手ですね。対局開始。この方とは指したですね、前々回ぐらい指した方だと思います。私の記憶がね、間違ってなければ。はい、再戦ということになりましたね。で、その時もね、私が先手で、ちょっとね、相手の方が独特な、すみません、これで全然違う方が相手だったらあれだと思うんですが、今回三間飛車でしたね。ちょっとね、その時、陽動振り飛車の将棋を指したような気がします。はい。で、三間飛車ですね。オーソドックスな三間飛車で、まあそうですね、じゃあ私の方はどうしようかな。9戦まで、まあでも持久戦まで指しますか。そうですね、三間飛車対穴熊ですね、相手の方ね。じゃあ私の方も穴熊を目指すか。どうしますかね。穴熊にしてみますかね。相穴熊ですね。相穴熊って実はあんまり指してないかもしれないですね。どうなんだろう。あんまり記憶にないですね、実は相穴熊。まあ相手の方が居飛車穴熊、私の方がね、穴熊対なんとかのね、対抗形っていうのはすごく指してたと思うんですが、相穴熊少ない、どうですかね、どうなんでしょう、実は指してるかな。あんまり指した記憶は実は個人的にはないです。で、こう角1個ね、こう早めに引いたのが今私のちょっと狙いで、飛車を寄らせて、そうですね、じゃあ銀があって、今ね、2四歩同角を見せて、2二飛車とね、一回強要したのが一応一つの私の狙いですね。相穴熊戦ね、こう、王様ね、お互いめちゃめちゃ硬いんですが、実は結構ね、指しこなすのが大変でして、当然ながらね、こう囲いの硬さが同じような形なのでね、こうそのどこかで差がついた時に取り返すのが大変なんですよね。あやがつきにくいというかね。これはまだ相手の方は7二金寄ってないですし、私の方もこう囲いがね完成しない、今から囲い完成させるんですが、囲い完成したいんですが、完成した後同じ形なんでね、当然ながら同じ形ということは、こう少しね差がついた時に同じですからね、玉の硬さは同じなのでね、すごくその辺のね巻き返しが大変なんですね。ここいろいろあります。今5四銀と動いてきたので攻める手もあるんですけど、分かりやすく固めてみます。これでね、同じ囲いですね。で、銀の形も似たような感じで、なんですが、ここからですよね、どうするか。一旦始めてきますが、これもやっぱり1五角をね、消すような、今までね、出てきたと思うんですけど、そうですね、さあ、ここからですよ。ここからどうするかですね。いろいろあるんですけどね、3五歩同角いってみますか。これね、ちょっと行ってみたいところですね。繰り返しになりますが、相穴熊はね、玉の形が一緒なので、それ以外のね、この局面でいうと盤面の右側ですね、右側でどちらがリードを取るのかっていうのが、ものすごく大事になります、ものすごく。はい。で、今ね、5三角成を私はね、狙っております。結構こうね、偏りをついてね、自分の方も穴熊なんで、偉そうなことは言えないんですけども、穴熊っていうのはこうやっぱりこうね、密集してね、玉の周りに駒が密集するのはメリットなんですけど、こう手薄なとこが出てくるんですよね。この曲の場合はこうね、5三下に行って4二角ですか。これは工夫したわけですね。なるほど。これはいい手ですね。どうしようかな。じゃあ角を飛車取りに出てみましょう。で、飛車を寄ろうってことですよね。3三歩ですとね、かなりこう工夫した形になりますね。3二飛車、ここ難しいですね。香を取る手もあるし、3三歩と打つ手もあるし、こうね、3七歩とじっと打つ手をね、やってみたいんですよ。香取りをどう受けんのっていうね。そうすると4六同3六歩かな。難しい。3三歩と打って、同角ならね、3八飛車っていう手もありますね。これ難しいです。でも3七歩と受けてみますか。香を取ると3九飛車成という狙いですね。今この辺でね、ちょっと小競り合いをやってるんですが、先ほどから繰り返し言ってるように、この小競り合いがめちゃくちゃ大事です。この小競り合い。今これでごちょごちょってやってるんですけど、これが結構形勢にね、直結して、その形勢を、なんていうんですかね、取り返すのが大変と。1二飛車いい手ですね。そうか、これいい辛抱ですね。なるほど。こうされてしまうと私の方もそれほど、そうか、1二飛車いい手ですね。ちょっとこれはね、指しにくい手かなと思ったんですけど、いい辛抱ですね。じゃあこれですと3六歩突いて。
の1一角成を狙ったんですが、こうね、まあ、こう137にこう打たしたのでねっていうことですよね。いや、この辺ね、やっぱり強い方ですね、相手の方ね、こう、今言ったようにね、少しの差が大きな差になるんで、一輪車ってのは指しにくい手なんですけれども、まあ、ちょっと今日ぐらいいいんじゃないかっていうね、考えで指してしまうと、まあ、繰り返しになるんですが、苦戦になってね、もうそのまま負けてしまうってことは、このね、ハイアナグマ戦ってあるんですよね。なので、アナグマイコール、まあ、大胆にとかね、大雑把にさせるっていう印象はどうしてもあると思うんですけど、アイアナグマに関して言うと、意外にね、それが当てはまらなかったりするんですよね。いやー、ちょっとね、相手の方のこのうまいこうまとめ方で、ちょっと寄りが戻ったというか、あんまりうまくいってないかもしれないですね、これ、私の方も。まあ、3人称とか戻ってくるのかな。いや、ほんとすごいいい手だったですね、一日。ちょっとね、軽視というかね、私もね、一日は差しにくいかなと思ったんですよ。これなんか、ね、ごちゃごちゃっとした戦いになってきましたね。で、私の方はやっぱり銀が、私の方は6-6にいて、相手の方の銀が3-4にいるんで、ちょっと玉形にね、私の方がまとまりがいいんで、この銀をどうなるかですね。この銀が、最後の銀が、こう、なんていうんですかね、私のね、攻撃位置を抑え込むような、まあ、すごいいい働きの銀になるか、まあ、逆に負担になってね、取られてしまうような感じになるかと。今ね、桂馬を使っていきました。これね、アナグマ使うときにね、皆さんぜひ心がけてほしいんですけれども、アナグマ使って、特にこう6-6に銀が来る4枚アナグマだとね、攻撃力が、まあ、落ちやすいので、必ずね、2桂を使うということをね、心がけてほしいですね。で、3二飛車ですから、いやー、強い方ですね。さあ、どうしましょうか。これ3五歩打ってくる可能性が一応ありますね。4六歩、同歩、3五歩。まあ、こういきますか。まあ、桂馬をどちらでさばきたいですね、やっぱりね。まあ、飛車回る手もありますので同角でいきますかね。さあ、どうなんですかね。この辺もぞもぞしてるんですけどね。これね、嵐の前の静けさというかね、もう、この辺が大事なんです、本当に。3三角ですか。まあ、そろそろ2四歩の頃ですね。まあ、この2四歩はね、どっかで突き捨てておくのがポイントですね。こう2四にね、出るっていう。これ6二角出るかな。自然にちょっと指してみますか。4二飛車と寄ってくる手があったんでね、この歩を取りながら、まあ、5三角成を狙って、やっぱり中央がね、若干薄みがあるので、そこを狙っていきます。ですね、これ金を出して少しポイントを上げましたね。やはりこう、駒がね、離れるのはやっぱ嫌なんですね。さて、しかし大変ですよ、どうするかね。なんかね、こう、難しいですよ、この辺はね、できて本当に難しい。まあ、不満はないですけどね、現状局面にね、4とか取らせてみますか。これはね、同角なら2四飛車というような狙いですね。今ね、まあ4八飛車の方が良かったかな。わかんないです。4八飛車もありましたね。4八飛車と回って、4一飛車を狙うと。まあ私の方はね、繰り返しなんですけど、この3四の銀をなるべくこう使わせたくないんですよね。このままちょっとここら辺で、まあ置いてほしいと。私の方はこの6六の銀がいつでもね、7七銀とかいて、守備にも使えるので、ですね、まあ同角になったんで飛車を走って、まあこう打たれると思うんですが、またバックしてと。まあちょっとずつポイントが出る。まあこの3四の銀が動けば2三飛車成があるのが私の狙いですね。はい。で、まあ3四の銀を釘付けにして、まあ使いにくくしたということですね。はい。いや、どうかな。まあちょっと苦労してる感じですね。相手の方はね、4六でしたね。まあ、負荷難しいですね。4三歩と攻め合う手もあるし、飛車を回る手もあるし、飛車も角出てくるかな。で、飛車走ってくる。まあ、飛車回ってみますかね。まあ、2六角と出てくる可能性が結構ありますね。で、8六の角がこうさりげなくんですけど、こう効いてるのが結構狙いでして、ここに睨んでるとね、3二の飛車も動きにくいんですよね。まあ、穴熊戦のポイントの一つにやっぱと金を作られないっていうのはね、ありますね。はい。と金作られてしまうとね、穴熊の大敵っていうかね、一番穴熊攻略に生きるのはと金なので、今4六歩っていうのはね、もうこう4七歩ないと慣れるとね、やっぱりそれだけでかなり大きなポイントになっていきます。そのと金を使って、まあ5八とか入って、このね、穴熊を狙ってくるような手が出てくるんで、まあ、そういったと金を作られたくないという意味ですね、4九飛車は。はい。で、逆にね、4六飛車で走れれば、そのね、闇な歩を取りつつ、角取りになるんでね。あ、これは勝負手ですね。角をぶつけてきました。これは角交換になるんですが、同金でね、さばいて勝負ということですか。なるほど。まあ、これ下走りますね。
4四歩なのかな、どっちなんだろう。4五歩なら同桂ですね。4四歩って書いて、そうですね、これ桂馬ってさばかしたくないってことですね。なるほどなるほど。さてですよ、まあこれはどうするかですね。まあ角を持って次2八角とかを狙ってるんですね。なるほどですね。2八角打たれたけど飛車を引くと同桂、まあ飛車を引きますかね。うん。まあね、なんていうか渋いですね。でこれで私は飛車を持って、まあさばきにいよいよなるかな。これね、もう3六飛車があるんですけど、2三飛車で、ね、攻めようってことです。ね、私の方の狙いはね、この金が実はこう、ね、7二の金がこう5三に離れたんですよね。なのでこれね、形のね、先ほどね、形が同じ、硬さ同じって言ったんですけど、形に差が現状で発生しております。はい。2枚の穴熊対3枚の穴熊、そしてこのね、銀が動けば4枚の穴熊と。で、さばき合いをやると角を打ってきたと。じゃあどうしよう、角合わせますかね。まあいろいろありますね。これ3六飛車で、まあ飛車を引いとくような手もありますけど、角を合わせちゃ強引というかね、突破を目指します。また角なのかな、これ。ああ、なるほどね。まあそうですね。相手の方は意地でもやはりさばかしたくないということで、強い方ですね、本当にね。さあ、ここでどうするか。そろそろやっていきたいですね。4一角と打って飛車しかくなる。有力ですね。そうやってみようかな。4一角で2二飛車なら、打っちゃいますかね。ちょっとね、勝負してみましょう、角打って。これは3五飛車なら2三角ないということでね、やっていこうということです。まあ、ゆっくり指すならね、なんか2五飛車とかそういうともあったと思いますけど、でもバッサリいっちゃって、で、角を打つと。ね、こうもう一気にね、さばいて、まあ、飛車ですよね。うん、でも相手が強い方だな、ほんと。さあですよ、さあ、ここで、まあ、交換して、まあ、普通にさばいさしていきますかね、硬いんでね。まあ、あるいは何か、ここでもう一度工夫する手もありますね。さあ、どちらがいいかな。4五歩打つ手もあるな。どっちがいいだろう。4五歩打って、取り込んで、難しい。まあ、平凡にやりますかね、角の。出ました。5分。まあこれさばき合いになりました。でさばき合いになった時に、私の方がやはりね穴熊の数のね囲いの金銀の数が違うっていうのがね狙いですね。ああでも相手方強いですね。これで2枚急所に打ちまして、これは穴熊攻略のね好位置なんですよ。さあどうしようかな。まあ今日取りましょう。まあねこれ3枚なんでね現状大丈夫です。今日取ってくると思うんですけどねこれでね。さあここからね穴熊の速度計算です。で私の方が先にね先着しましょう。このねここに香車打つのがね穴熊のね攻略のポイントなんですよ。で実は今こう角がすいません角がね竜でこう角が塞ぎってんですよ。この角が動いた時にこの香車が働いてきます。でまあ銀をね7七銀とね補強する手もこともできます。7四歩ですか。これは角の成り替える場所はねへずりつく、ここに角をまあ利かした手ですね。どうしようかな。難しいですね。角をまあいろいろあります。1球ね何か緩めてほしい。9五桂と打ってもかなり厳しいですね。どっちがいいかな。9五桂とすぐ打っていく手もありますね。角を成って、いやでも強い方ですね。7四歩はいい手だと思います。まあ、歩をついて1球緩める手も魅力的ですね。こちら私の方はちょっと迷いますね、これね。どうしようかな。今4分ですか。まあ、角なってみますか。これね、まあ、でもこちら側にならせなかったのは、ね、相手の方のポイントですよね。はい。ああ、これは香車をなっていきますね。これは狙いなんですよね。あ、で、これ香取ってことかな。なるほど、なるほど。で、同銀だと7一竜ってことですね。はい。5一に香を取ったことかな。あ、攻め合いでしたね。なるほど。これはどうしようかな。まあ、馬で一応止めますかね。この馬がね、737の馬が欲しいんで、この馬をね、止めちゃいます。あ、これ攻め合いなんですが、どうでしょう。私の攻めの方が早そうな気がしますね。これね、私の方も危ないんですが、これ次9二桂成の詰みがあります。これね、銀取らないのがミソです。さりげないところなんですけど、銀を取らない方が受けにくいんですね、これね。銀取ってしまうと同金でかえって攻めにくくなるので、こうね、むしろこの香を狙う。これぜひ覚えてほしいですね、この穴熊攻略の形。で、ここの地点はね、9の地点を受けるのはね、まあ、受けるとしたら8三銀しかないんですが、そうすると7一竜でね、金を取れるので、はい。
まあ結構ね最初の方に言った感じがなんとなく、お伝えできたかなと思ってます。これやっぱり金銀のこうねなんていうんですか、同じ穴熊なんですけど最初の差が結構ねこう響いてくるんですよね。こうなっちゃうとねどんなにまあ強い方であっても大変なんですよ。これはね8二金までの詰めるで受ける手は8二香しかないんですが7二金にこれを勝つのは強いです。はい、いかがだったでしょうか。戦型はですね、アイアナグマの形になったんで、アイアナグマね、実はね、この私の村チャンネルの中であんまりね、なかった戦型だと思うのでね、この辺の方、解説編でね、大盤を使ってゆっくり解説していきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方も、ご視聴いただければなと思っております。この番組良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。